学ばないとこにするとダメなので元気したいとよくあるフィグで俺は話していけば狭い人で幼くなっているだよそういう大事なだ君は聞こえる僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのならこんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した想いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を築いていく。答えはそういつもここにある。こんにちは、会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。最近僕は NPO 法人さんの会計書類のチェックにハマっているのだ。重箱の隅をつつくようなチェックしかしないけどね。泡一粒は汗一粒なのだ。はいはい。で、今日はもちろんボンドプロジェクトの最新書類についての後編やるのよね。もちろんなのだ。本日のテーマはじゃじゃん、ボンドプロジェクトの2023年度の書類で直接法のキャッシュフロー計算書を作ってみたいのだ。やっとこのシリーズ終わりそうね。そうなのだ。前回から少し時間が空いちゃったから少しおさらいすると、ボンドプロジェクト最新書類の14期の活動計算書で1688万1550円の経常赤字になってるけど、これが現金流出額を表すわけではなくて、貸借対照表の現金残高の減少額1億2417万1403円が現金の流出額になるのだ。そんで現金にどういう動きがあったかを見るためにはキャッシュフロー計算書ってのが役立つかもしれないのだ。キャッシュフロー計算書には2種類の作り方があって、前回は間接法ってやつを見てみたのよね。そうなのだ。間接法で作ったキャッシュフロー計算書では現金流出要因として当期の経常赤字や未収入金の増加、資産の増加は現金の減少になるんだったわよね。そうなのだ。さらに前受け金の減少などがあったのだ。負債の減少は現金の減少になるのよね。そうなのだ。てな感じで営業活動に関連するキャッシュフローは5571万906円のマイナスって試算結果が出て、さらに投資キャッシュフローとして土地や建物で6687万3121円支出したから現金が1億2417万1403円流出したんじゃないかって分析してみたのだ。はいはい。じゃあ間接法が終わったから次は直接法を見ていきましょうか。直接法は確か主要な取引ごとのキャッシュフローがわかるけど手間がかかるから実務ではあまり採用されていないのよね。そうなのだ。主要な取引ごとのキャッシュフローっていうのは分かりやすく言うと現金勘定の動きってことかもしれないのだ。ふむふむ。でも勘定って単語はよく聞くけど一体どういうことなのかしら。いいところに目をつけたのだ、メタン。てなわけで直接法キャッシュフロー計算書を作る前に簿記の流れをおさらいしてみたいのだ。まずここに仕分け帳っていうやつがあって、日々の取引を左側と右側に同時に記入していくのだ。一つの取引を左と右の両面から記載する複式簿記ってやつね。そうなのだ。そんでここが総勘定元帳ってやつでいろんな勘定の動きが記録されているのだ。勘定っていうのは簡単に言えば会計項目って捉えてもらえればいいと思うのだ。この総勘定元帳に仕分け帳の内容を転記することでいろんな項目ごとの動きがわかるようになるのだ。そんで総勘定元帳の中には
資産に関する勘定、負債に関する勘定、純資産、 NPO でいうと賞味財産に関する勘定、費用に関する勘定、収益に関する勘定が含まれているのだ。そんでこの資産や費用に関する勘定では左側に増加を記載し、右側に減少を記載することになっているのだ。逆に負債、賞味財産、収益に関する勘定では右側に増加を記載して左側に減少を記載することになるのだ。ふむふむ。この相関上元帳と仕分帳を合わせるといわゆる帳簿ってやつなのだ。そんで相関上元帳の記録から資産表ってやつを作るんだけど、これは財務諸表を作る準備みたいなものなのだ。そんで最後に資産表から財務諸表、つまり貸借対照表や損益計算書を作るのだ。なるほど、一連の流れは分かったわ。一つ注意なんだけど、日々の取引を記録する仕分帳から相関上元帳に転記するって言ったんだけど、この相関上元帳にはまず最初に前期の貸借対照表項目を反映しておく必要があるのだ。例えば前期貸借対照表の現金残高20をここに移して、売掛金残高10をここに移して、借入金10はここ、本金10はここ、繰越利益剰余金いわゆる内部留保10はここに移すのだ。仕分帳を通さずに相関上元帳に直接記録するってことね。そうなのだ。このやり方を英米式簿記法っていうのだ。他にこの期首残高も仕分帳を通じて転記する大陸式簿記法ってのもあるけど、超マイナー論点だから割愛するのだ。ママへはちなみになんかいろいろ書類があって分かりにくいんだけど、現代では会計システムとかで自動的に記録されるようになってるんじゃないの？そうかもしれないのだ。それにもかかわらずこういう帳簿組織関係はたまに会計士試験に出ることがあるから、非常に重箱度の高い論点として僕のお気に入りなのだ。はいはい。じゃあ具体的な日々の取引のイメージを見てみると、まず現金での売上10がありましたなのだ。これを仕分帳に記入して、さらに相関上元帳の現金勘定や売上勘定に転記するのだ。次に掛け取引で売上10がありましたとして仕分帳に転記して、これを売掛金勘定と売上勘定に転記するのだ。掛け取引ってのは後払いってことね。そうなのだ。企業同士では普通にあることなのだ。次に銀行から10の現金を借りてきましたなのだ。これを仕分帳に記入して、現金勘定と借入金勘定に記載するのだ。さらに人件費10を現金で支払いましたなのだ。これを仕分帳に記載して、現金勘定と人件費勘定に転記するのだ。さらに売掛金10を現金で回収しましたなのだ。これを仕分帳に記載して、売掛金勘定と現金勘定に転記するのだ。最後に株主から10の資本金を現金で出資してもらいましたなのだ。これを仕分帳に記載して、現金勘定と資本金勘定に転記しますなのだ。そんな感じで相関上元帳はこんな感じになってるんだけど、左と右で差額があることがわかるのだ。この差額はそれぞれの勘定の期末残高になるのだ。あれ、繰越利益剰余金勘定はどうするの？一旦シカとするのだ。そんで財務諸表を作る準備をするために相関上元帳から資産表を作っていくのだ。具体的にはそれぞれの勘定の期末残高を転記していくんだけど、現金勘定の期末残高50をここに、売掛金勘定の期末残高10をここに、人件費勘定の期末残高10をここに、借入金勘定の期末残高20をここに、本金勘定の期末残高20をここに、売上勘定の期末残高20をここに移すのだ。ふむふむ。あれ、ここに隙間ができてるわよ。これって繰越利益剰余金を処理してないからじゃない？そうなのだ。ここでちょっと調整を加えるんだけど、まず資産表の費用、収益関連項目をちょっと下にずらしてこんな感じにすると、ここに差額が生じるのだ。これが費用と収益の差額、つまり当期の利益になるのだ。この当期の利益を繰越利益剰余金勘定に移して、この差額が繰越利益剰余金勘定の期末残高20となるのだ。そんでこれを資産表に移すと、資産表の左と右がバランスするのだ。
そんで資産表の資産、負債、賞味財産関連の項目を貸借対照表に移すのだ。さらに資産表の費用、収益、利益関連の項目を損益計算書に移すのだ。これで財務諸表である貸借対照表と損益計算書が出来上がりですよなのだ。ふむふむ。ちなみにちょっと時を遡って資産表の資産、負債、賞味財産関連の項目に注目すると、ここに差額があるから、これが繰越利益剰余金の期末残高になるのだ。これを繰越利益剰余金勘定の期末残高として転記すると、この差額が当期の利益になるのだ。その当期利益を資産表に移して資産表が完成して、そこから財務諸表を作るって考え方もできるのだ。なるほど。当期の利益は資産負債項目の差額でもあるし、費用収益項目の差額でもあるってことね。美しいのだ。そんでこの現金勘定に注目すると、この動きを追っていけば直接法のキャッシュフローができるのだ。はいはい。てなわけで実際のボンドプロジェクトを例にして会計パズルを解いてみようなのだ。ここが総勘定元帳の項目で、ここが収益関連の勘定、ここが費用関連の勘定、ここが資産関連の勘定、ここが負債関連の勘定で、今回注目してる現金勘定がここなのだ。あとここはキャッシュフロー計算書を作るために僕が用意したメモなのだ。一応全部の勘定が網羅されているか確認してみると、この収益関連の勘定は2023年度の活動計算書の中のこの部分をカバーしているのだ。ちなみに受取利息と法人税等はこっちに記載しておくのだ。そんでここら辺の費用項目はちょっと個別に見るのは大変だからまとめてここに記載しておくのだ。これで活動計算書の項目は網羅されていることが分かったと思うのだ。次に貸借対照表関連の項目なんだけど、現金以外の流動資産はここに、固定資産はまとめてここに置いておくのだ。ここに書いてある負債項目は貸借対照表のここと対応するのだ。これで貸借対照表項目も網羅されていることが分かったと思うのだ。ふむふむ。まずこの収益勘定の期首残高は0なのだ。期首時点では収益はないからね。そうなのだ。この期末残高は活動計算書に書いてあるここの数字と対応するのだ。受取利息と法人税等もここと対応するのだ。そんで資産勘定と負債勘定の期首残高は前期の2022年度の貸借対照表のここの記載と対応するのだ。期末残高は当期の2023年度の貸借対照表のここの記載と対応するのだ。あれ、賞味財産関連の勘定は今回の分析に関係ないからしかとするのだ。ママへはじゃあまずこの広報誌発送費用等の未収入金を見てみると、期首残高が0で期末残高が13,855円だから、その差額はおそらく事業収益を相手勘定として当期に増加したものだと推測できるのだ。だからそれをここに記載しておくのだ。あ、仕分けで言うとこういうことかしら。多分そうかもしれないのだ。ひょっとしたら事業収益が相手勘定じゃないかもしれないけど、一旦こうしておくのだ。もし他の考え方があればぜひコメント欄で教えてほしいのだ。お願いします。次に東京都の令和5年度若年事業の未収入金を見てみると、期首残高が0で期末残高が2224万266円だから、差額は補助金収益を相手勘定として発生したものと仮定できるかもしれないのだ。それをここに反映しておくのだ。もし補助金収益以外の収益が相手勘定だと仮定すると、それぞれの収益勘定の期末残高より大きくなっちゃうから、多分補助金収益が相手勘定だと思うのだ。ふむふむ。次に法人税等還付金についての未収入金だけど、期首残高が0で期末残高が62万3100円で、多分なんだけど差額の62万3100円は事業収益を相手勘定として発生したかもしれないのだ。それをここに反映しておくのだ。本当は未払い法人税等勘定のマイナスって考えることもできるかもしれないけど、よくわかんないのだ。活動計算書を見ると、税引き前利益に対して
法人税等がかかるはずだから、法人税等を支払うのは決算が確定した後になるのが普通かもしれないのだ。でもこれまでの貸借対照表を見ると、未払い法人税等勘定は存在してないのだ。だから活動計算書の法人税等はもしかすると前期の税引き前利益に対してかかる税金を当期に現金で支払った分が記載されてるかもしれないのだ。まあよくわかんないので、リスナーさんで何か別の考え方があったら教えてほしいのだ。お願いします。てなわけで一旦事業収益と対応させておくのだ。次にコングラントのクレジット決済関連の未収入金を見ると、期首残高が28万4000円で期末残高が28万6823円なんだけど、前期と当期の財産目録を見ると、寄付や会費の10月決済分、つまりボンドプロジェクトの決算付きのやつなのだ。なるほど、収益は計上されてるけどクレジット決済の入金は1ヶ月くらい遅れてるのかもね。そうかもしれないのだ。だからこの期首残高28万4000円は当期に現金として回収したとして、この現金収入メモに記載しておくのだ。そんで期末残高の28万6823円は会費収益と寄付金収益を相手勘定として発生したものだと思われるのだ。会費と寄付金の比率はわかんないから、とりあえず 50% ずつだと仮定しておくのだ。ママへはそんで会費収益分14万3412円は会費収益勘定に対応させて、寄付金収益分14万3412円は寄付金収益勘定に対応させておくのだ。次に立て替え金を見てみると、期首残高が0、期末残高が189万4018円だから、差額は当期に現金支払いで立て替えたものだと仮定してみるのだ。それを当期の費用項目の現金支出としてメモ欄に記載しておくのだ。次に前払い費用について見てみると、期首残高が58万739円で期末残高が48万4523円なんだけど、この前払いした期首残高58万739円は今期に費用項目になっているということだと思うのだ。それをここに反映しておくのだ。そんで期末残高48万4523円は当期に前払いしたものでまだ費用になってないものだと仮定してみるのだ。それをメモ欄に記載しておくのだ。次に負債勘定のうち東京都若年事業の前受金を見てみると、期首残高が1899万833円で期末残高が0だから、差額は事業収益になったのかなって思ったけど、このボンドプロジェクトの令和4年事業の生産書を見てみると、概算受領額4657万8000円に対して生産額が4500万6325円だから、差引額の57万1675円は返金することとされてるみたいなのだ。あれ、ここに住所確認とか本人確認とかのメモが書いてあるけど、前回見たこの辺りの東京都 NPO ポータルの住所記載とかに関係あるのかしら。わかんないのだ。ママへはてなわけで元に戻ると、ここは差額が全部事業収益になってるんじゃなくて、57万1675円は東京都に返還したかもしれなくて、残りの1841万9158円が事業収益になってるのかもしれないのだ。そんなわけでそれぞれこことここに記載しておくのだ。次に厚労省の交付金に関する前受金だけど、期首残高が6156万7557円で期末残高が0だから、差額の6156万7557円が補助金収益を相手勘定として減少したものだと考えることができるかもしれないのだ。てなわけでここに反映しておくのだ。次にこの英語の前受金なんだけど、期首残高が4416万7500円で期末残高が0だから、寄付金か補助金か事業収益が相手勘定になって減少したものだと思うんだけど、でもそれぞれの収益勘定の期末残高を見てみると、どこに入れるにしても金額が多すぎかもしれないのだ。だからこの期首残高の4416万7500円はひょっとしたら収益になったんじゃなくて
現金で返還した可能性もあるかもしれないのだ。これはあくまでも完全な推測だから、リスナーさんに何かアイデアあれば教えてほしいのだ。お願いします。ちなみに前期の2022年度の計算書類の中期を見てみると、この英語のやつは前期末時点では未使用で返還義務があったっぽいのだ。だから今期中に使用されてなくて返還したのかもしれないのだ。まあよくわかんないけどね。そうなのだ。てなわけで現金支出メモに反映しておくのだ。次に青少年相談保護事業交付金関連の前受け金を見てみると、期首残高が0で期末残高が1億786万3356円だから、差額の1億786万3356円は当期に現金で受け取ったと考えることができるかもしれないのだ。それをメモに反映しておくのだ。次に厚労省の交付金関連の借受金だけど、期首残高が2317万8000円なんだけど、前期の2022年度の財産目録を見てみると返還金って書いてあるから、この期首残高2317万8000円はよくわかんないけど一旦全額返金したものと仮定してみるのだ。それぞれ相手勘定に反映しておくのだ。そんで期末残高の2777万4000円は当期に現金で借り受けしたものだと思うから、これもメモに反映しておくのだ。次に未払い費用を見てみると、期首残高の576万7431円はおそらく今期に現金で支払って、期末残高の575万7563円は今期の費用になってるけどまだ現金では支払ってないものと考えられるから、それぞれ相手勘定とメモに反映しておくのだ。次に預かり金を見ると、期首残高の183万5614円はおそらく当期に現金で支払ったと考えて、期末残高の62万1564円は当期の費用になってるものと仮定しておくのだ。それらを相手勘定とメモに反映しておくのだ。次に未払い消費税等を見てみると、期首残高の112万1900円は多分当期に現金で支払われていて、期末残高の3万6700円は当期の費用項目を原因として発生したものと仮定しておくのだ。そんでそれらを相手勘定とメモに反映しておくのだ。そんでこれらの収益勘定を見てみると、左側は期末残高だけだからそれが合計値になって、合計値は左右で同じはずだから、右側の合計値はこうなって、差額計算をするとこのハテナの部分はこんな感じで現金収入に対応する収益かもしれないのだ。それらをメモに反映しておくのだ。次に費用勘定だけど、活動計算書に書いてある減価償却費を記載しておくのだ。これは固定資産勘定の減少要因となっているはずなのだ。そうすると費用勘定の期末残高は1億6083万4064円で、右側の合計値になって、左側の合計値も1億6083万4064円になるから、差額計算でこのハテナ部分は1億5312万3356円となるかもしれないのだ。それをメモに反映しておくのだ。そんでメモの現金支出項目を合計すると2億3214万4017円になって、現金収益項目を合計すると1億7672万2251円になるのだ。そんでこの2つを比較すると、差額は5542万1766円になるのだ。次に受取利息収益勘定を見ると、これまでの貸借対照表に利息関連の未収収益勘定がないから、活動計算書に書いてある受取利息は当期の利息の現金受取額がそのまま活動計算書の受取利息収益に計上されているものと仮定しておくのだ。てなわけでこの受取利息勘定は期末残高860は当期の現金利息収入としておくのだ。次に法人税等なんだけど、さっき見たみたいに当期の法人税等の現金支払額がそのまま活動計算書の法人税等になってると仮定してるから、ここは期末残高の29万円は全部現金で支払ったものとするのだ。ふむふむ。そんで固定資産を見ると、
機種残高598万3779円で期末残高は7373万134円なんだけど、この辺は前編で推測した当期の変動要因で、右側の差額は礼金返却の46万7624円と仮定するのだ。あれ、これは確か中編でやったやつね。そうなのだ。おさらいすると、この青少年相談保護事業拠点礼金の14万3886円は長期前払い費用の1項目なんだけど、長期前払い費用は償却してないって仮定を置いてるから、機種取得価格と期末取得価格の差額計算で求められる46万7624円は礼金を返却されたことにより減少したものと仮定していたのだ。てなわけで全体はこんな感じになるのだ。これを現金勘定に反映していきたいんだけど、メモ欄の現金収入をここに移して現金支出をここに移すのだ。そんでこの現金による利息収入をここに移して、この現金による法人税等の支払い額をここに移しましょうなのだ。そんでこの固定資産関連の現金支出をここに移して、返却してもらった礼金はここに移しておくのだ。すると現金勘定の期首残高2億559万7116円から期末残高8142万5713円への変化の要因はこんな感じで整理できるかもしれないのだ。そんでもってこのままだとちょっと分かりにくいから、ちょっと整理していきたいのだ。まずこの未収入金は本グラントからの現金収入だから、会費と寄付金の割合が 50% と仮定して、半分ずつ会費収入と寄付金収入に入れておくのだ。そんで次にこの借受金は厚労省の交付金の現金収入だから補助金収入に移しておくのだ。さらにこの前受金は青少年相談保護事業交付金の現金収入だから事業収入に混ぜておくのだ。そんでこの辺の費用系の現金支出はまとめて営業支出としておこうなのだ。はいはい。そんでもって一旦色を消して、この部分が営業キャッシュフローの承継より上の部分で、この部分が営業キャッシュフローの承継より上の部分で、そんでこの部分が投資キャッシュフローになるということなのだ。これで完成ね。やったーなのだ。この結果をこんな感じでまとめてみたのだ。ここが営業キャッシュフローの承継より上で、承継はマイナス5542万1766円ね。これは前回やった間接法キャッシュフロー計算書の承継より上の部分の合計値5542万1766円と一致するわね。そこから下は間接法も直接法も一緒になるんだったわね。そうなのだ。じゃあこの図を見てみると、機種現金残高2億559万7116円のうち、おそらく使途制限とかがついてそうなのが1億4790万3890円で、仮受金とか前受金とかね。そうなのだ。そんで差額の5769万3226円が自由に使えるかもしれないお金かもしれないのだ。そんで当期の現金収入を見てみると、補助金関連とか事業収益関連とかは使途制約とかがあるかもしれないのだ。まあ自主事業だったら使途制限はないかもしれないけど、ここでは厳しめに仮定してるってことね。そうなのだ。それを踏まえると、これらのお金の合計がおそらく自由に使えるかもしれないお金かもしれないのだ。この金額と土地、建物の取得のための支出を比べると、自由に使えるかもしれないお金の方が多いから、使途制約付きのお金を転用して土地と建物を取得したとまでは言えないかもしれないのだ。もちろんこの辺の支出のタイミングが土地、建物の取得より早い場合は自由に使えるお金では足りなくて、後から自由に使える収入があることを当てにして土地、建物の取得支出をしたかもしれないけど、それぞれの入出金の日付は分かんないから、実際どうなのかはよく分かんないのだ。ちなみに土地、建物の取得のための支出は2022年12月だって言ってる人もいるらしいんだけど、僕は不動産とかよく分かんないから検証できないのだ。
ボンドプロジェクトの決算期は11月からだから、12月に取得した場合には結構早めに取得したのかもしれないわね。そうかもしれないのだ。ちなみにこの辺の入出金タイミングはこの現金勘定の詳細が書いてある現金出納帳ってやつがあればわかるかもしれないのだ。または総勘定元帳全部あればこれにも日付が書いてあるはずだから、それを見ればわかるかもしれないのだ。まあ内部資料だから出てこないでしょうけどね。そうかもしれないのだ。てなわけで本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、日々の取引記録は仕分帳と総勘定元帳に記載されて、それを決算期にまとめて財務諸表を作るのだ。結構複雑よね。2、現金勘定の動きを追うと直接法のキャッシュフロー計算書ができるかもしれないのだ。確かに間接法よりめんどいけど分かりやすいかも。3、内部資料がないと入出金のタイミングまではわかんないかもしれないのだ。しゃあないわね。てなわけでいかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。